皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。4月20日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点でダムの水位は165メートル05でした。おとといと比べると25センチの下げで、ようやく上昇が止まることに。締め切りまであと50日、そろそろ本気モードとなるでしょうか。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。今朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒6490立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒11900立方メートル。差分については毎秒5410立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はマイナスの1290、三峡ダムはプラス300。後で触れますが、ギャップが大きいのは最上流で放流を絞ったことと、途中の支流である宇高からの流量が依然として高い水準のままであることが原因と思われます。なお、長江の最上流金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日朝8時の時点で毎秒2140立方メートル。前回に比べてマイナス20とほぼ変わらずで、放流を絞ったまま。一方、今朝8時の放流量は毎秒13100立方メートル。単純に割り算すると 42% の発電状況で14基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといと比べると全く変わらず、昼夜を問わずこの時期としては多い放流量が続いています。いつものように三峡ダムと最上流にあるダムの流量についてデータを比較しながら現状をチェックします。こちらは2月から昨日までの流量の変化をまとめたグラフで、中国交通運輸部発表データを整理したもの。上が三峡ダム、下が高架波ダムを示しています。まずは高架波ダムの方からで、16日に放流を絞った後はそのままキープ。減らした理由は、下流に位置する三峡ダムへの流入が急激に増えたことに対応するためと思われます。三峡ダムを含め、長江の6つのダムはカスケードを組んで連動しており、今回のダム操作はその一環ではないかと。水色の流入量は増えていることから、さらに上流側のダムが放流を増やしたものと思われます。ただし、高架波ダムで絞っているので、下流側への影響はありません。次に三峡ダムの状況を見てみましょう。先月の終わり頃からオレンジのラインの流入量が増え続けたものの、高架波ダムのかさ上げ分が減ったおかげで、とりあえず上昇は止まりました。グレーの線の放流量は段階的にダム操作を行い、直近では流入量を上回るところまでに来ています。3月の終わりは毎秒8000立方メートルあたりだったのが、直近では毎秒13000立方メートルほどなので、1.5 倍以上ということに。電力の需要に合わせて増やしたというよりかは、水位を上げないために放流量をアップしたということなのでしょう。今後はどうかというと、急激に三峡ダムへの流入に変化があるとは思えないので、さらに水位を下げるには、もう一段階、ダムから放水する量を増やさないといけないような気がします。ここまでを整理すると、最上流のダムでは放流を絞っており、このことによって三峡ダムへの流入はひとまず落ち着いた。でも、今の時期は水位を下げないといけないので、もっと三峡ダムからの放流量を増やす必要がある、ということになりそうです。ここまで長江の本流のお話をしてきたのですが、いつもの年と違い、今年気になるのは長江の支流、特に宇高からの流入が継続的に増えているという点。チャンネル開始以来5年間、あまりフォーカスしてこなかったので、目立たなかった存在なのですが、今年は様子が異なります。上流の重慶の少し下ったところに宇高が流れ込んでくるのですが、この川にある武流という観測所の流量がなかなか下がりません。こちらは3月半ばから昨日までの流量を示したグラフ。ご覧の通り、どんどん増えてきて高止まりといった様相です。過去を調べてみると、
冬場の渇水期には200とか300くらいしか流れていない時もあるのに、今は3500あたり。4000に迫る勢いです。ブリューはダムではなく、ただの観測地点なので、集中豪雨で大雨になれば、一時的に増えるのは理解できるものの、1ヶ月近く高い水準が継続するということは、おそらく上流部に位置するダムからの放流に影響を受けているものと思われます。湖南省が発表しているブリューの累計雨量は、前回ご紹介した量よりも増えて、163ミリとかなり多い水準。宇江の上流について、詳細なデータはないので推測になりますが、長江の南側では今年かなり雨が降っていて、隣の湖南省の4月の累計雨量を見ると、すでに250ミリを超えているところもあり、西から東に天気が移り変わることからして、ブリューよりも上流地域で雨が多そうだということは推測できます。しばらくブリューの流量が劇的に減少する可能性は低く、宇江から長江に流れ込む流量も今のまま止まらないでしょう。先ほど、三峡ダムへの流入が当面変わらないだろうとお伝えしたのは、こういうこともあってのことです。前回の動画でもお伝えしましたが、ダムの北側にある肛門のうち、南側のルートの定期メンテ工事が完了したようです。予想通り、完成メディアが伝えています。数年に一度、5段式のプールの水を抜いてメンテナンスしており、この間、船は北側のルートの交互通行となっていました。それとは別に衛星画像を見ていてびっくりしたのですが、肛門の北東の広大な場所で大規模開発工事が始まっているようです。こちらは4月19日ですから、昨日のセンチネルの衛星画像になります。ここがダムで、これが肛門。その北東に位置する地域で、山が削られ、地面がむき出しになっています。去年の11月の画像と比較すると、急ピッチで工事が進んでいる様子が伺えます。全くノーマークでした。おそらく新たに作る肛門の付帯工事ではないかと思いますが、ダムの長さは2キロほどありますから、比較すると広大な土地とお分かりいただけるかと。随分ド派手にやっている模様。詳細については、次回以降の動画でまた解説したいと思いますので、チャンネル登録してお待ちください。Nishi Yang Channel。 天気予報サービスのウィンディーで12時間の実績を見てみます。こちらは今朝10時までの様子。長江の南側、湖南省あたりにはがっつり雨雲がかかっています。また、北部地域にはカーテンのように、帯状に連なる雲が東に流れている様子も確認できます。次に、今後の予想を見てみます。ダム周辺と南側を中心に、そこそこ雨が降りそうな雰囲気が満竹林。今日の三峡ダムの天気は最高気温が16度、最低気温が12度で小雨の予報。長江流域ではまた、増水しそうな感じはします。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国で花粉症患者2億人超え、緑化事業で悲惨増、かえって健康を損なったと不満も、読売新聞が伝えています。記事によると、中国で花粉症患者が増加しているとのこと。患者数は2億人を超えるとも言われ、当局は今春、全国規模の花粉飛散量の予報サービスを開始した。長年の植林に起因するという指摘もあり、当局は花粉症対策と緑化事業の両立を迫られている。事業は継続しているが、中国の SNS などでは、緑化でかえって健康を損なった。植林する樹木の種類は慎重に選んでほしいと不満を訴える投稿も見られる。地方レベルでは、街路樹の植え替えを検討する動きも出ている。以上、中国で花粉症患者2億人超え、緑化事業で悲惨増、かえって健康を損なったと不満も、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ、花粉症患者が2億人を超えるという件ですが、かなり笑えない問題。これまで無秩序な住宅地の開発や都市化を推進し、失われた森林の穴埋めとして、大規模な植林を進めてきた結果、その樹木の花粉で多くの人が苦しむというのは、なかなか皮肉な話です。2億人という数字は、日本の人口を上回る規模ですから、医療費や労働生産性への影響も相当なものになりそうです。薬やマスク、通院費用など、本来なら不要だった支出が積み重なってくると、家計への負担も小さくありません。経済全体で見ても、表には見えにくい損失がかなり出ているのではないかと。もっとも、植林と花粉の問題については日本も他人事ではありません。
杉などによる花粉症で長年悩まされてきた苦い経験があるだけに、樹木の剪定や長期的な都市計画が大切。あちらでも一部の地方自治体が街路樹の植え替えを検討しているとのことですが、これからはただ植えるのではなく、何を植えるか、どう管理するかが重要ですね。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信していますので、ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今日の正午までの6時間のレーダーの実績。おおむね晴れており、気温が高いところが多いのではないでしょうか。ニュースによると、東海から西日本にかけて降水確率は少し高め。こちらは明日以降の PM2.5 の予想。21日から22日にかけて黄砂が飛んでくるとのことなので、ここは注意したいところです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。